ゼレンスキー・トランプのホワイトハウスの会見見られましたが、口論になってましたが、どう思いますか。その口論のシーンだけ見たんですけど、一般的なアドバイスでいくと、英語が分かったとしても通訳を入れた方がいいよねっていうのがまず一般的なアドバイスで、ただ僕は喧嘩別れを最初から狙っていたのではないかなというふうに僕は見てるんですよ。メディアの前でメディアのカメラを回しながら話し合いするときって、基本的には、いやいや、今後ともよろしくお願いしますとか、こんな風に決まりましたって言って、ニヤニヤして握手して終わりなはずなんですけど、ゼレンスキー大統領とトランプ大統領を話してるときに、副大統領のバンスさんが、お前サンキューって言えやみたいなことをいきなり言い出すんですよね。あれ、外交の場では普通そういうセリフって言わないんですよ。そもそも論メディアとかで公式発表の時って、ウクライナ大統領としてはこういう発表をしますみたいな時に、アメリカ国民に感謝しますとか、アメリカ大統領に感謝しますとか、公式な文章があるし、で、今までウクライナ大統領っていろんなところでアメリカに感謝の言葉を述べているのですよ。っていう状況で、いきなりなんかとりあえずサンキュー言えやみたいな、何それっていう、あそこで多分怒らせる役割というのをバンスさんがやったんじゃないかなと思うんですよ。例えばじゃあ石破総理がじゃあトランプさんに会いましたっていう時に、石破さんって副総理連れてってないじゃないですか。で、岸田さんが会った時も副総理連れてってないと思うんですけど、基本的にはだいたい1対1で副総理的な人いたとしても話しないんですよ。マクロン大統領とトランプ大統領が会話しましたっていう時も、やっぱりバンスさん出てきたりしないんですよ。だからあそこでバンスさんを入れて、バンスさんに喋らせるっていうのは、怒らせる役割というのを背負っていったんじゃないかなっていうふうに僕は予想してるんですよ。僕今までトランプ大統領がいろんな人と会談してるので、バンスさんがシャシャリ出てきて喋ってるのって見たことないんですよ。基本的にトランプ大統領って喋りたがりなんですよ。喋りたがりでバーって自分の言いたいこと喋って、で、自分の聞きたい質問を聞いて、相手のこと聞いたらまた自分がバーって喋って、相手困らせて、ニヤニヤして終わるっていう、トランプ劇場なのに、なんでバンスさん出てきたんだろうっていうところなので、なのであれは僕はトランプ大統領側が最初から怒らせ役としてバンスさんを入れて、で、案の定怒らせるというか破綻になるようにして持ってったっていう形なんじゃないかなと思うんですけど、なのでそういう意味ではアメリカ想定通りって感じだと思うんですけどね。ウクライナ戦争に終着点終わり方終わる時期などどうなると予想していますか。多分アメリカの支援がなかったとしてもゲリラ戦という形でずっと戦い続けて、でヨーロッパは結構本気で支援をするので、長期的にはロシアの兵器不足かもしくは兵隊不足という形で、ロシアって今兵隊少ないんですよ。武器は昔ながらのものとかなんとか無理やり作っていて、あと兵器の製造能力がそれなりにあるのでなんとか維持できるんですけど、実は兵隊が少ないという問題があって、北朝鮮から兵隊が来るってなんですけど、なんであと5年とか続けるとロシアのインフレが耐えられなくなって兵隊になる人たちというのがほとんどいなくて、労働力が回らなくなって、でプーチン政権に対してもうそろそろこれやる必要ないんじゃないのっていう反発の方が大きくなるっていう形になると思うので、長期的には5年後、短期的には3年ぐらいかなっていう感じですぐには終わらないと思ってます。トランプ大統領は終わらせようとしてるんですけど、ヨーロッパが支援するというのを言ってるので、ウクライナとしては停戦してもまあどうだろうね。だから停戦した後にロシアが信用できるかっていうとそうでもないので、ヨーロッパとある程度密約をしてほぼ NATO だよねという状況に持ってって、今渡した部分はロシアのものだけど、でも実質的には NATO だよねっていう形で NATO には入らせないというロシアの条件というのを飲まないという形の和解になったらあるかもしれないですね。今年から航空自衛隊に入ります。トランプは最近アメリカ日本も持ってる、日本はアメリカも持ってないと不満を垂らしていますが、沖縄に基地を追ってるし金も払ってるんですが、それはないですよね。日本は飯もうまいし治安もいいし、あと日本は丸海なんで陸軍の兵を送り込むのはコスト高いと思うんですが、戦争起こると思う。戦争が起こるかどうかでいうと、トランプ大統領がどこかに攻めるという判断をすることはないと思います。ただ日本が攻められた時にアメリカ軍は積極的に頑張らないという可能性は結構あるんじゃないかなと思います。台湾を守る義務はアメリカにはないんですよね。守るぜとかっていうと中国の牽制はしてるんですけど、ウクライナに武器の輸出止めたんですよね。ウクライナが俺の言う通りしないんだったらもう武器を送るの止めるわみたいなので、それはウクライナ人死ぬだろみたいな話なんですけど、でもトランプ大統領は自分の思い通りにしたいだけなんですよ。ウクライナの人が死ぬことが良くないことであるというより、自分の思い通りにするのが重要なので、じゃあ自分の思い通りにウクライナの人が動かないんだったら武器止めるわみたいなのがあるので、で
中国と台湾が戦争した時にアメリカが得をするルートって結構難しいんですよ。中国とガチで戦争をすることになるとアメリカは損をするんですよ。で、台湾が中国のものになりましたって言ったとしても NVIDIA のビデオカードが買えなくなるよねぐらいの話で、中国に対して何もしませんでしたっていう場合、台湾が中国になったとして、その後じゃあ中国として NVIDIA が世界中のグラフィックボードを売ってアメリカさんにも売りますよってなったら普通に買うと思うんですよ、アメリカって考えると、多分アメリカって台湾を守る利益がないというふうにトランプ大統領は考えると思うんですよね。表向きは中国に対して威嚇はするんですよ。台湾攻めたらとんでもないことするぞとか言うんだけど、でも計算を結構する人なので、計算をした時にここで中国との全面戦争になってもメリットはないよねって考えるんですよね。で、ここで問題なのは、中国が台湾と呼ぶ地域に日本は含まれています。ご存知ないかもしれないですけど、尖閣諸島は中国の中ではあれは中国と呼んでいます。で、八重山諸島も中国の地図の中では台湾に含まれています。台湾を取るぞっていう時は八重山諸島も取るし、尖閣も中国だよねって言ってるから取ると思います。で、それを止めるためにアメリカ軍が沖縄から出ていくかっていうと、僕は出てかないんじゃないかなって思うんですよね。尖閣諸島に中国の戦艦が来ました。護衛艦かもしれないけど、そこでじゃあ中国が簡易的な基地を建てました。竹島っていう島が島根県の奥にあるんですけど、あそこもじゃあ韓国の船が来て、じゃあ基地を建てました。兵隊が常駐するようになりました。で、日本何もしなかったし、もちろんアメリカ軍も何もしないじゃないですか。多分中国が尖閣諸島に何か基地を作って置いたとしても、多分何にもしないんですよね、アメリカ軍は。海上自衛隊は騒ぐかもしれないですけど、生還するっていう形で、結果として取られるっていうので、でも別にアメリカ軍としてはそこまでやる必要ないよねっていう形になるんじゃないかなっていうのが僕の予想です。トランプが日米安保の不平等性を指摘し始めたけど、これから日本の軍事はどういう構成に向かっていくと思いますか？日本もウクライナみたいなことになるのか、それとも一部がどうにかして回帰するのか。ブダペストメモランダム、ブダペスト覚書という文章がありまして、ウクライナってもともと世界で一番核ミサイルを持ってた国なんですよ。正確に言うと旧ソ連が持ってた核ミサイルというのがウクライナにあったので、ソ連が崩壊した時にウクライナめちゃくちゃ核ミサイルいっぱい持ってたんですよ。で、それはなんとかした方がいいよねっていうので、ロシア、アメリカ、イギリス、フランス、中国かなが核ミサイルを撤廃させる代わりに、ロシア、アメリカ、イギリス、フランス、中国がウクライナの安全を保障しますよという覚書を作ったんですよ。なので、じゃあ僕たちは核を手放しますって言って手放したら、まず守りますって言ったらロシアが攻めてきたんですよ。守りますって言ってロシアが攻めてきて、アメリカは最初守る時だけどもう武器出さねえって言ってて、でイギリスはヨーロッパの会議でウクライナに軍を送ってもいいって言ってて、フランスもやるぜって言って、中国は何にもしないっていうのがあるので、5人登場人物いるんですけど、何にもしない中国、武器出して途中でやめたアメリカ、攻めてきたロシア、最初から最後で頑張ってるのって2人だけなんですよ。少数派なんですよね。っていうのがあって、日米安全保障条約っていうのも知らねえよっていうのを言われる可能性が僕はゼロではないと思ってて、結局その日本を守った方が得だよねと、その時のアメリカ大統領が動いてくれるかどうかにかかってるので、条約があるから大丈夫という時代ではないと思うんですよね。イギリスはね、約束をね平気で破る国なんですよ。なのでね、基本的にはどこまで信じられるかっていうとなかなか信じられないので、結局ある程度日本は自分の国を自分で守るという構造に長期的にいかなきゃいけないと思うので、なんで僕は核武装論者なんですよ。日本核持った方がいいよねっていうのはツイッターでも書いたんですけど、でこれねトランプ大統領も言ってるんですよ。核武装ってアメリカが文句言うんじゃないのみたいなこと言うと思うんですけど、第一次のトランプ政権の時にトランプ大統領が日本も自分で自分の国守れるようになるために核持てやって言ってるんですよ。それに口裏合わせてじゃあ持ちますって言って核開発しちゃうっていうのが割と日本が生きる道としては重要なんじゃないかなと思ってるんですけど、岸田さんも石破さんもそういう方向にならないのでもったいないなと思ってますけど、アメリカ大統領が核開発していいよっていうのって千載一遇のチャンスなんですよね。いやだってトランプ大統領権だからそれは作らなきゃしょうがないじゃないですか。いやいや僕らも作りたくないですけどね、仕方ないんですよって言いながら核開発を進める。でトランプ大統領に言われた通りやってます、中国が来た時にアメリカの盾として頑張りますみたいなのを言っとくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけど、こっそり作るっていうのやればいいんですけどね。日本はねこっそり作るほどあんまり優秀じゃないんで、原子炉潜水艦でヤマトっていうのがあって、沈黙の艦隊っていう漫画が面白いので
もし興味がある人がいれば見てみればいいんじゃないかなと思います。最近平和について考えされることがあって、自分なりに考えてみたところ選択肢は3つしかないんじゃないかと思います。1つは資本主義の中で完全に奴隷と富裕層に二分し、奴隷は反逆理念を徹底的に支配する方法。2つ目は社会主義国で完全なる独裁政治のもと、全国民は反逆理念を支配する方法。3つ目は全人類が滅亡するということ。4つ目以降があればぜひ教えてください。1つ目と2つ目はほぼ一緒です。反逆できないようにするっていうのをすると、反逆できないから戦争は起こらないので平和だよね。で、もう一つは全員死ぬなので、全員死ぬか反逆できないかのどちらかしかないよねっていうのなんですけど、構造上言ってることは正しいです。反逆をしなくても痛めつけられてると気づかない状況にするという第三の道があります。めちゃめちゃ搾取をされていて、痛めつけられていて、旗から見たら、いやいやそれ奴隷だよって言われても、俺の首はかっこよくねーっつって奴隷の首輪を自慢し合うような奴隷たちっていうのがいると、奴隷たちは反逆しようと思わないんですよ。日本っていうご存知あるかどうかわかんない国があるんですけど、国民負担率っていうのでいくと、北欧のフィンランドとかデンマークとかとほとんど変わんないんですよね。働いたお金でだいたいね5割ぐらい国に持ってかれるんですよ。表向きは持ってかれていると気づかないようになっていて、社会保険料っていうのが 14% あるんですけど、でこれが実は会社側も 14% 払ってるので、実は働いたその人のためにまず 30% 社会保険料というのが取られてるんですよ。でその後所得税というのが取られていて、平均年収ぐらいだと大体 10% から 20% ぐらい税金取られるんですよね。でその後手元に残ったお金で何かを買おうとすると、消費税というのが 10% かかったりとか、ガソリン税っていうのがかかったりとかっていうのいろんな税金がかかる。でなんかじゃあ家買ってみたら固定資産税みたいなのかみたいなので、大体ね5割以上お金取られるんですよ。5割取られたらそれは豊かな国でいろんなものが返ってくるんだろうねみたいなので、例えばフランスとかドイツとかって大学の料金ってほとんどかかんないですよ。でフィンランドとかスウェーデンとかも大学の料金かかんないですけど、日本だとね大学行くのに年間に400-500万ぐらいかかって、半数の人が大学に行こうがなくて借金して、で卒業した後もその借金で返し続けるっていうモデルでやってるらしいんですよね。でも僕が知ってる限り未だに反逆するみたいな話を聞いたことがないので、奴隷が奴隷であることを気づかない形にするっていう第三の道がひょっとしたらあるんじゃないかなと思うんですけど、まともに頭のある人がきちんと考えたらこの仕組みはおかしいよねって言って暴れるはずなんですよ。フランスとかアメリカとかだったらやっぱりすぐ暴れるので、なのでよほどバカな国民を集めるとかしない限り 50% 以上も税金払わせといて大学の授業料めっちゃ高いとかって成立しないと思うんですよね。もしそこまでの国が作れるとしたら、そこの政治の姿勢者とかはめちゃくちゃ頭が良くて、そこで奴隷になってる人はむちゃくちゃ頭が悪いってことなんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。